ちは。今回はセリアさんの、アンティークツイードという糸ですね。カラーナンバーは1番。アクリル 65%、ポリエステルが 30%、毛が 5% 入ってます。約 25g で45メーターあります。使用かぎ針は5から7号がおすすめになっています。はい、この、黄色とか赤とかね、緑とかのネップが入ったベージュ系の糸ですね。これを使って久しぶりに巾着を編んでいこうと思います。使用するかぎ針は底の部分を6号で編んで、本体の模様編みは7号でね、編んでいこうと思います。ちょっとかぎ針をね、使い分けます。はい、それでは6号針を使って作り目12目を編んでいきます。で、この糸端ですね。後から編みくるみたいので10センチくらい残して結び目を作ります。で、鎖を12目でスタートします。鎖12目編めたら鎖1で立ち上がります。針から数えて2つ目の上半目と裏山に針を入れて、糸を持ってきたら細編みを編みます。最初の細編みにマーカーをつけておきます。そしてもう一度同じところに細編みを入れます。一つの目に細編みが2目入りました。楕円なので半円をね、両端に作っていくので、この真ん中のライン、まっすぐゾーンは細編みを1目ずつ入れていきます。全部で10目ですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10。細編みを10目編めました。最後のこの鎖に細編みを2回入れます。同じ目に細編みを2目。編み地をひっくり返して、また最後の同じ目ですね。残っている1本がありますので、この長く残していた糸端を編みくるみながら、最後の目にもう一度細編みを2目入れます。はい。なので、最後の目に細編み4目入っています。そしたら糸端を編みくるみながらまっすぐゾーンで細編みを10目編んでいきます。はい、細編み10目編めました。残り1目ありますので、針を入れて糸端を編みくるみながら細編みを2目入れます。はい、これで1段目ができました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら2段目に行きます。鎖1で立ち上がってすぐ根元の細編みに細編みを2目入れます。最初の細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の細編みもこのね、半円カーブのところなので増し目を入れます。そしてまっすぐゾーンは
ずーっと変わらず細編み10目を編んでいきます。はい、細編み10目編めました。次のカーブ、先ほど4目作ってあります。ここに、この4目すべてに細編みを2目ずつ入れていきます。増し目ですね。増し目を4回、2回目、3回目の増し目、4回目の増し目、はい、綺麗なカーブができました。そしたらまたここもまっすぐのゾーンなので細編みを10目1目ずつ編んでいきます。はい、細編みを10目編みました。残り2目あるのでここも細編みを2目ずつですね入れていきます。はい、増し目が2回編めました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら3段目、鎖1で立ち上がってすぐ根元に今度は細編みを1つ入れます。で次の目は増し目、細編みを2個入れます。次は細編みを1つ、次は増し目、カーブのね半分が編めたのでまっすぐゾーン、細編みを10目編みます。はい、細編みが10目編めました。残りのカーブですね。細編み1増し目というのを4回繰り返し編んでいきます。細編み、増し目、あと3回細編み、増し目、あと2回細編み、増し目、あと1回ですね。細編み、増し目、カーブがね綺麗にできました。そしたらまたこのまっすぐゾーン、細編みを10目1目に1目ずつ編んでいきます。はい、細編みが10目編めました。こっち側のカーブの残りの半分があります。細編み4目残っているので細編み1増し目というのを2回繰り返します。あと1回細編み、増し目、はい、これで3段目が編めました。最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めたら、次は4段目、鎖1で立ち上がってすぐ根元に針を入れて細編みを編みます。マーカーをつけて次の目は増し目、細編みを1回、次も細編みです。そして増し目を入れたら細編みを1回、
細編み1、増し目、細編み、細編み、増し目、細編みと編みました。次はまっすぐゾーンで細編みを10目。はい、細編み10目編みました。こっち側のね、カーブに入っていきます。細編み1、増し目、細編み2、増し目、細編み2、増し目、細編み2、増し目、残り細編み1と編みます。ちょっとややこしいかなと思うんですが、円編みの法則の半分までを編むというふうに考えていただけると簡単かなと思います。細編み1、増し目、細編み、これをあと3回繰り返します。細編み1、増し目、細編み、あと2回ですね。細編み1、増し目、細編み、残り1回。細編み1、増し目、細編み。はい、綺麗な、カーブがねできました。まっすぐゾーンで細編みを10目編んでいきます。はい、細編み10目編めました。残り6目あります。ここも同じで細編み1、増し目、細編み1というのを繰り返します。2回ですね。細編み、増し目、細編み、細編み、増し目、細編み。はい、これでね4段目が編めました。最初のマーカーのついていた細編みの頭に針を入れて、糸を引き抜いたらキュッと引き締めて鎖位置で立ち上がります。すぐ根元に針を入れて細編みを1、次の目2、3、細編み3目編んだら増し目を入れます。ここもマーカーを忘れずに、細編み3目編んだので次は増し目です。すごく外でね大きな音が鳴っていますね。1、2、3、増し目。はい、細編み3目増し目、細編み3目増し目というのを編みました。次はまっすぐゾーンなので細編みを10目編みます。はい、細編み10目編めました。そしたらこっち側のカーブですね。細編み3増し目というのを4回繰り返します。1、2、3、増し目、2回目、1、2、3、増し目、3回目、1、2、3、増し目で、最後4回目、1、2、3、増し目です。はい、こっち側も綺麗なカーブができました。
まっすぐゾーンで細編みを10目編んでいきます。はい、細編み10目編めたら残りですね8目あります。細編み3増し目というのを2回繰り返します。2、3増し目、1、2、3増し目、そしてマーカーを外して最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。はい、次6段目、鎖1で立ち上がったらすぐ根元に細編みを1つ、細編みの頭にマーカーをつけて隣の目にも細編みを1つ、そして増し目を編んで細編みを2つ編みます。細編みに増し目、細編み2と編みました。もう一度これを編みます。細編み2目、増し目、細編みを2目、そしたらまっすぐゾーンの細編みを10目編みます。はい、まっすぐゾーンの細編み10目を編みました。そしたらこっちのカーブですね、先ほどこっちでもやった細編み2目増し目細編み2目というのを4回繰り返します。細編み2目増し目細編みを2目、あと3回繰り返します。細編み2目増し目細編み2目、3回目細編みを2目増し目細編み2目、4回目細編み2目増し目細編みを2目、はい、こっちのカーブもね綺麗にできました。まっすぐゾーンの細編みを10目編んでいきます。はい、細編み10目編めました。残り10目あります。こっちの残りも細編み2目増し目細編み2目というのを、2回繰り返して細編み10目分ですね入れていきます。はい、1回目が終わったので最後細編み2目増し目細編み2目マーカーがマーカーを外して最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。はい、それでは底の部分ですね、作り目12目スタートで両端は4目ずつですね。で6段編みました。このカーブのところで4目ずつ目が増えていっています。今全部で68目ですねあります。では針を7号針に変えてここから模様編みをしていきます。最初鎖1で立ち上がったらすぐ根元に細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたら鎖を1回編んで、
細編みの隣の目ですね。ここから糸を持ってきます。次の目にも針を入れて糸を持ってきます。この持ってくる時ですね、気持ち長めに引き出します。次の目からも糸を持ってきます。針に4本かかっているのを一度にかけて引き抜いて鎖を1回します。この鎖1も、きつくしすぎてしまうと次の段でね目が入れにくくなるので、ふわっと鎖を1回で、次の目に細編み鎖1、次の目に針を入れて糸を持ってくる。次からも出してくる。また次の目からも糸を出してきて、4目になったら針にかかっている糸が 4本になったらかけて一度に引き抜いて、ふわっと鎖を1で、次の目に細編み鎖を1、1、2、3箇所から糸を引き出してきます。2回、3回引き出してきて、針に4本かかっているのを一度に引き抜いて、ふわっと鎖を1回。次の目に細編み鎖3箇所から糸を引き出してきて、かけて一度に4本引き抜いて、ふわっと鎖1、これをぐるっと繰り返していきます。細編み鎖1、3箇所から引き出してきて一度に引き抜くので、細編みの3目一度ですね。3目一度をしたら鎖を1、細編み鎖1、細編みの3目一度鎖を1回、細編み鎖1、細編みの3目一度鎖を1、はい、最後の方まで編んできました。今ですね、最後の方細編み1、鎖1と編んだところです。最後3目残っているので、細編みの3目一度をします。3目一度をして鎖を1編んだら、マーカーのついていた細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。で、次は2段目です。鎖2目で立ち上がります。この鎖2目目にマーカーをつけておきます。そして、先ほどですね、下の段で細編みの3目一度下、この集まっているところですね、鎖1のところ、ここに細編みを3目入れます。この細編み3目も気持ち長めに引き出して細編みを3目入れます。そして鎖を1、下の段に鎖1、細編み鎖1とあるんですが、これは飛ばして次の3目一度の頭のところですね、鎖1したところ、1、2、3本が集まっているところに細編みを3目入れます。はい、3目入れたら鎖を1、細編み3目一度の上に細編みを3目、
鎖を1、これを繰り返します。はい、最後の方まで来ました。最後のこの細編み3目1度の上ですね、ここに細編みを3目入れたら、マーカーの入っていたこの鎖2目目ですね、ここに針を入れて引き抜きます。目立たないので上半目と裏山2本取るように、鎖を割るようにですね、針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。これで2段目ができました。で、次も同じ編み方をするんですが、ちょっとね、このお花模様ですね、ずらして入れていくので、また違った立ち上がりになります。鎖1で立ち上がったら、すぐ根元ですね、ここ隙間があります。鎖1の隙間があるので、ここから糸を持ってくる。そして次の細編みの頭に針を入れて糸を持ってくる。で、これをいっぺんに抜きます。針に3本かかっているのをかけて一度に引き抜いて鎖を1します。この鎖1のところにマーカーをしておきます。そして、次の細編みですね、花びらでいうと真ん中の花びらに針を入れて細編み鎖1で、模様編み1段目と同じことをしていくんですが、入れるところですね、細編み3目1度をするんですが、入れる目がこの花びら、このお花の最後の花びらと鎖1のスペースと次のお花の一番こっち側の花びらですね、ここと次のスペースと次の花びらから糸を持ってきて、4本かかっているのを一度に引き抜きます。で、鎖を1、真ん中の花びらに細編み鎖、こっちの花びらとこっちの花びらの両端とその間で細編みの3目1度、鎖を1、花びらの真ん中に細編み鎖、次の目鎖1、次の細編みから糸を持ってきて3目1度、鎖を1、細編み1、鎖1、次の3目で1、2、3、細編みの3目1度、鎖を1回、細編みを1目、鎖を1回、次2本目、3本目、細編みの3目1度、鎖を1、細編み1、鎖1、はい、これを繰り返していきます。はい、最後の方まで編んできました。細編みの3目1度をして鎖を1しましたので、次のお花の真ん中の花びらに細編み鎖1で、最後の花びらですね、ここから1つ持ってきたら、こっち側最初のね立ち上がった後に、細編み2目分
一度に編んでいるので、針に2本かかっている状態でマーカーの目に針を入れてマーカーを外します。そして引き抜きます。ここで3目一度がやっと一つになった感じですね。ちょっとややこしいんですが、このように編みます。次の段、すぐに鎖1で立ち上がったら、この3目一度した花びらの真ん中には花びらを3目編むので、まず細編み1つ、そしてマーカーをつけておきます。で、2つ目の花びらを同じ目に入れて鎖を1、この、残りの花びらは一番最後にね、細編みをぐるっと回ってきてから入れます。次の、細編み3目一度の中心ですね、ここに細編みを3目、鎖を1、次の細編み3目一度に細編みを3目、鎖1、次の細編み3目一度の中心に細編みを3目、鎖を1、お花のね上の部分を編むときは結構ねサクサクと進むのが早いかなと思います。3目一度の中心に気持ちふんわりと糸を引き出して細編みを3目入れます。鎖を1したら下のね鎖や細編みは飛ばして細編み3目一度の中心に細編みを3目、鎖を1、はい、あとはこれを繰り返してきてぐるっと回ってきます。はい、ぐるっと編んできました。最後の花びらに細編み3目を入れて鎖1を編んだところです。そしたら、下に鎖細編み鎖とありますが、これは飛ばして最初のマーカーがついている、細編みがねここ2目入っていますが、同じところにここにですね最後の細編み1つを編んで、そしてマーカーを外して最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いてキュッと引き締めます。はい、では、模様編みは今編んだこの4段でねずっと続けて編んでいきます。立ち上がりのところで、上手になるべく目立たないように、お花を作りながらね立ち上がっていくので、ちょっとねややこしくなるとは思うんですが、覚えてしまえばねサクサク進んでいけると思うので、今やった、4段を繰り返し編んでいって巾着のね高さを出していきます。細編みとね鎖だけで編んでいるんですが、可愛い感じでお花模様が浮き出てくるので編んでいて楽しいと思います。では続けていきます。次は鎖1で立ち上がってすぐ根元に花びらの真ん中なので細編みで鎖を1して細編みにはマーカーですね。そしたら、次はね細編み3目一度なので、次の花びら鎖1のスペース、お花の一番手前の花びらから持ってきて3目一度鎖を1、花びらの真ん中に細編み鎖細編みの3目一度鎖1
鎖1、最後の方まで来ました。一応ここも説明しておこうかなと思います。細編みの3目一度、鎖1、細編み、お花の真ん中ですね。真ん中に細編み、鎖1したら、残り花びら1枚と鎖のスペースと、でここ分かりにくいんですが、花びら1枚、こっち側のね花びら1枚残っているので、こっからも糸を持ってきて3目一度したら鎖を1回して最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい。で次が12345、6段目ですね。次は鎖を2目して鎖2目目にマーカーをつけておきます。これは、2段目でやったのと同じ立ち上がりですね。そしたら次は、上の花びらを作っていく段なので結構ねサクサク編んでいけます。細編み3目一度のこの中心に細編み3目入れて鎖を1というのを繰り返しですね。鎖1、はい。6段目はこれを繰り返します。可愛い模様なんですが、ちょっとだけね複雑な感じがするので、どこに入れたらいいかわからないという、ことにならないように、ちょっと最初と最後だけですねきちんと説明しておこうかなと思います。はい、模様編み6段目最後の方まで来ました。細編み3目一度のところに細編み3目とそして鎖1を編みました。下の鎖、細編み鎖は飛ばして最後の細編み3目一度の中心に細編みを3目入れます。はい、そしたらこの段はマーカーのついている鎖2目目に針を入れて引き抜いてキュッと引き締めます。で次の段ですね。鎖1で立ち上がったら、すぐ根元の鎖のスペースから糸を持ってくる。で次の花びらから糸を持ってくる。そしてかけて3本一度に引き抜いて鎖を1します。この鎖1にマーカーをつけておいて一周ぐるっとね、次は細編み3目一度で減らす段ですね。花びらの真ん中に細編み鎖、次の花びらと鎖のスペースと次の花びらから糸を持ってきて3目一度鎖を1、花びらの真ん中に細編み鎖1ですね。これを繰り返します。これはね今やった立ち上がりは3段目と一緒かな。はい、ということでこれをね繰り返し編んでいきます。はい、繰り返し編んできて、この小花模様がですね下から数えて123456789模様ですね。なので全部で18段編んだところです。そしたら、このお花模様は一旦ここで終わりにします。次の段、紐を通すために長編みで一周ぐるっと編んでいきます。で、立ち上がりですね。鎖3ではなくて長編みを作ります。針にかかった糸をぐーっと引き伸ばします。長編みよりも少し長めに伸ばしたら
針にかかったこの糸を押さえて、針先を手前から向こうへくるっと回します。糸は押さえたまま。で、針先をこのすぐ下ですね、入れて、かけて、糸を引き出してきます。今3本針に糸がかかっているように見えます。かけて、2本引き抜く。かけて残り2本を引き抜く。これで長編みができました。そしたら、次の細編みですね。1目ずつ長編みを入れていきます。次の細編みにも長編み、鎖1のところにも長編みを入れます。1目ずつぐるっと長編みを編んできます。はい、一周ぐるっとですね、長編みを1目に1目ずつ編んできました。最初に作った長編みの頭ですね、ここにちょっと針入れにくいんですが、上手に鎖を取って針を入れたら糸を引き抜いてキュッと引き締めます。で、次からが、巾着の上の部分ですね、編んでいきます。鎖1で立ち上がったらすぐ根元の長編みの頭に針を入れて細編み、そして鎖2目を編んだら1目飛ばして次の目に細編み、鎖を2目編んで1目飛ばして次の目に細編み、これを繰り返します。最初の細編みの頭ですね、マーカーをつけておくといいと思います。細編みを編んだら鎖を2目、1目飛ばして細編み、鎖を2目、1目飛ばして細編み、これをねぐるーっと繰り返し編んできて、この模様を何段か繰り返し編んでいきます。はい、一周ぐるっとね最後の方まで編んできました。今鎖2目を編んだので1つ飛ばして最初の細編みの頭に針を入れて糸を引き抜いて少しキュッと引き締めたら、今と同じ模様を繰り返し編んでいきます。最初の細編みを編んだらマーカーをつけて、あと2段ですね、全部で、3段になるようにね細編み鎖2目を繰り返していきます。そして、2段目3段目は細編みの筋編みで編みたいと思います。なので鎖2目を編んだら次の細編みの頭、向こう半目ですね、2本取るのではなくて向こう1本だけに針を入れて筋編みで細編みを編みます。筋編みで編んだ方がちょっとね軽い感じになりますのでね、上がクシュッとしやすいかなと思います。はい、では2段目3段目を筋編みの細編みと鎖2目で繰り返し編んでいきます。はい、繰り返し編んできて細編み鎖2目というのをね全部で3段編んできました。2段目3段目は細編みを筋編みで編んでいます。で、最後ですね、鎖2目を編んだところなので糸始末できる分ですね、10センチくらい糸を残してカットして、切れ味が悪いな、針と糸を抜きます。そして糸始末をします。針に糸を通したら、最初の細編みですね、
のすぐ隣の鎖に針を入れて、糸を通して最後の鎖にこのように針を入れます。そして最初の細編みですね、この下の細編みにが出ている目というんですかね、ここにね通してしまいます。で、今通した糸が他の鎖とね同じようになるように糸を引っ張って調節したら、裏側で糸始末をします。これで、巾着のね本体ができました。このね模様がねすごく小花柄が入っていてね、めちゃくちゃ可愛いと思います。ではこの長編みのところに通す紐をね編んでいきます。これでね約2玉使いました。残っている糸がほとんどないと思うので3玉目を使うことになります。ここに通す紐だけを編むのでもったいないなと感じる方は3玉目は使わずに、こういったワックスコードを通してビーズをつけたりねするか、または別の糸で紐を編んで作るか、ちょっとねいろいろ考えてやってみてください。私は3玉目で紐を編みます。ちょっとしかね使わないのでもったいないっちゃもったいないんですが、やっていきます。糸端は短くて大丈夫です。結び目を作ります。作ったら鎖を4目、鎖4目編めたら最初の鎖に針を入れて、糸端は針の上引き抜いて鎖4目を輪にします。そしたら鎖2目で立ち上がって針に糸をかけて鎖4目の輪の中に針を入れて長編みの未完成を作ります。針に糸をかけて輪に針を入れ、糸を持ってきてかけて2本引き抜く。長編みの未完成が2つできたらかけて3本一度に引き抜きます。鎖2目を編んで輪に針を入れて糸端も編みくるんで、そして引き抜きます。これで花びらがね1枚できました。もう一つ作ります。鎖2目で立ち上がり、輪の中に長編みを、未完成ですね、長編みの未完成を2つでかけて一度に引き抜いて長編みの2目一度ですね。鎖2目を編んだら輪に針を入れ引き抜きます。2つ目の花びらができました。3つ目、鎖2目で立ち上がったらよいしょ、また同じように輪の中に長編みの2目一度を編みます。はい、で鎖2目を編んで輪に針を入れ引き抜いたら巾着の紐の長さになるように鎖を編んでいきます。目数はね数えないで長さで見ていこうかなと思います。はい、ですね、この鎖の部分を
半分に折りたたんで、巾着の長編み1段編んだところですね、ここに合わせて、あんまりはみ出ない程度ですね、ちょうどこう折り曲げて、お花がここに来るくらい。あまり長いのは好きじゃないので、絞った時にね、長くなりすぎてしまうので、もうちょっと短くていいか。ぴったりくらいの長さにします。このくらいですね。好きな長さまで編めたら、糸を20センチは残したいかな。20センチくらい残したところでカットします。はい、こんな感じですね。もう一本も同じ長さで作ってください。はい、もう一つですね。だいたい同じ長さになるまで編んできました。そしたらこれをこの長編みのところですね、通していきます。立ち上がりのラインに合わせて、ちょっとラインもね結構綺麗につながったと思うので、どこだったか分かりにくいですが、だいたいこのね底の部分から見たラインのところですね。ここにお花が来るように、通していきます。はい、紐を通してきました。そしたらですね、こんな感じで片方は紐の状態になっているので、一旦この鎖の中から糸をですね抜いて、この鎖に針を入れ直します。針を通したら、この辺りですね、一番お花のすぐ根元の鎖に針を入れて、後ろ側からこのようにお花の真ん中に針を出します。そして糸を引き抜いて、鎖編みを一つしたら糸を引き抜いてきて、でこの編みくるんできた糸はねカットして、この糸は糸始末をします。お花の方にぐるぐると糸を通して、糸をカットしたらこんな感じでね紐を通して、ちょっとね可愛らしいお花というか葉っぱのようなね感じにしましたので、もう片方もこっちのね作った1本を同じように通していきます。はい、紐を通して中にちょっとね形を出すためにね物を詰めてみました。こんな感じでね紐の先端にも三つ葉を
つけたので、すごく可愛らしくなったのと、あとこの上の部分ですね、細編みと鎖2目で編んだので柔らかい感じでクシュクシュしやすいね編み地にしてみました。でとにかくこの本体のね小花模様がとっても可愛くできたので、ぜひね編んでほしいなと思います。立ち上がりのラインがここですね。ここがずっと立ち上がりのラインなんですが、小花模様をうまくねこう立ち上がりがわからないように編んできたので、4段でできていてちょっとややこしくはあるんですが、とってもね綺麗につながる編み方だと思うので、何度もね立ち上がりの部分確認していただきながら編んでいただけたら可愛く出来上がるかなと思いますね。夏糸とかリース糸で編んでも可愛いかもしれないですね。別の糸でも編んでみたんですが、光沢のある柔らかい糸だと、この小花模様が馴染みすぎてしまってはっきりと出ないかもしれないですね。ちょっとこう糸がこうパキッとした光沢の少ない馴染みにくいと言ったらおかしいかな糸で編んでみるとこんな感じではっきり小花模様が出てくれるんじゃないかなと思います。ガマ口なんかをね編んでも可愛いかもしれないですね。せっかくねこの立ち上がりも綺麗にね編み上げることができたので、この模様をね使ってバッグを編んだりとかいろんなものね作ってみたいなと思います。ぜひね編んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。